おはようございます。画家の小木曽です。ですね、今日はですね、おしゃべりの30分ぐらいにしたいと思います。私が日頃よーく聞かれることというのをもうここで一気にお答えしておこうかなというふうに思っております。画家がよく聞かれる質問ベスト5ということでお届けしたいと思います。でですね、技術的なことっていうのはもう私の動画の中でずーっと言うてきましたんで、例えば今後ろにこう見えてますような箱作って、ワンチンとかね、こういうの作ったら便利ですよと、この長さぐらいにちょうど切ってあげたりとか、そうすると画面にこう手がつかなかったりするので、便利ですよとかっていうことはお話ししています。あとはYouTube の中で作画動画なんかは透明の今アクリルの棒があったりするのは木と木の上を渡して、画面に手がつかないようにしてるとか、細い線を引くために面相筆を山切りカットにしてますねとかっていうのは技術的なことはずっと教えてきてます。だからそういったところではなくてですね、例えば技術的なこと、他よく聞かれるのはどんな紙使ってますかっていうのは、例えばキャンソン紙とかワトソンとかそういう水彩紙を使ってますよとかですね、デッサンだったらコットマンとかっていうのを使ってますよとか、鉛筆はもう別にステッドラーもユニも使いますし、どんな筆が中心ですかって言っても大体いろんな筆使ってますよということで、あまりその技術的なことにこだわりがないので、そういうのは本当にこう動画の中である程度答えていってるつもりです。で、今回は日頃日常で聞かれることを例えば古典なんかするとですね、同じようなことばっか聞かれるんですよ。で、本当にこう同じような質問をもう最大、一番多いのを今回ベスト1なんかは多分、1回の個展で、5回から10回は聞かれると、15回ぐらい固定しているということは200回以上は聞かれる、もっと聞かれていると思います。日常の生活でもですね聞かれていますので、そういったことを一気に、お答えしていって、今後私に質問が減っていって、すごく楽できたらいいなというふうに思っているという、アコギな企画でございます。アコギせっこい企画でございますが、最後までお付き合いいただければと思います。で、私はですね、大学の先生をしていて、学生によくなんか質問ないのって聞いて、質問があんまりなかったり、質問があったりとかするんですけども、よく聞かれる、まず第5位としては、私、佐賀というところにいるんですね。熊本と、福岡の間に挟まれて、長崎と間に挟まれてるんですね。佐賀というところに行って、よく佐賀になぜいるのって、佐賀大学というところなぜなんですかとか言われるんですけど、私が大学卒業して大学院博士課程まで行って、単位取得満期退学という、言うてしまえば不良学生ですねなんですけども、要は博士号というのを取らずに、ふらふらしていて、卒業大学を出て29歳の時に出て佐賀の方に来ることになった。30かなったんですけども、本当になんかこう職があったらいいなと思ってて、予備校の先生とか多分ほとんどの絵描きさんって若い頃なんか特に絵一本でやってるっていう人ほぼいないんですよ。で、その中でも予備校の先生っていうところ、水道端というところで何年やったかな、7、8年やって、その後に日本工学院っていうところと、あとは早慶美術学校とか、先生業のアルバイトをしながらなんとか食いつなぎながら絵描きさんでもなんとかっていう感じで、大体やっぱりその副業を皆さん持ってたりとかっていう形やったりするんですね。で、そんな中で私が29歳博士課程出るときに、とある大学短大の方からなんか来てくれんかみたいな話があって、一生懸命こう書類を作ったんですけど、結局その大学時代が非常勤の募集に変わってしまって、今非常勤講師っていうのは季節労働者的にちょこっと行ってとかいう形になってしまって、で常勤じゃないとあんま意味ないなと思ったんで結局受けなかったんですよ。で、翌年になって9月の何日か忘れましたけども、阪神タイガースというなんかこう縦縞の、僕今縦縞大好きな縦縞を着てるんですけども、チームが優勝したその日やったと思います。2005年やと思うんですけども、2005年の9月何日かなんかに私は電車の中でブルブルブルと着信が鳴って、私のお師匠さんで塩じゃなくてもう一つ甘い方のそれで、なんていうか世界記録的なバットを持ってですね、バッターの、甘いと、師匠なんですけど、なんとなく名前分かってもらえるかなと思いますけど、どこかの今学長さんされてるんですけど、その人から電話あって、おい小木曽お前ちょっとさ、
佐賀か滋賀か知らないけど募集が出てるみたいだから佐賀と滋賀ってえらいちゃいますよと、電車を降りて、所沢というところの駅で、電車降りた後に電話を受けてですね、どっか知らないけどさ、ちょっと確かね九州だったと思うよとかっていう風に電話で言われてですね、受けてみないかということで、ちょっと考えさせてくださいって言って、早くもうお前ちょっとどっちかにしろとかって言われてですね、はいちょっとだけ考えさせてくださいって言って、その所沢駅の本屋さんに行ってルルブっていうのを買って、そしたら表紙にですね呼子のイカがドンと載ってたんですよ。イカって知ってます？すごい透明な、めちゃくちゃ新鮮だと透明なんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですけど、その呼子のイカに、ぜひこれは食べてみたいということで九州の方、母方の方の実家が熊本でしたので、一応九州なんとなく縁もゆかりもちょっとあったので、受けてみようと思って受けてみたらなんか受かってしまったということで、もう15年ぐらいになるんですけど、今の時代は、当時はやっぱりなんていうかジャングルさんみたいな通信販売的なものが出だしたぐらいだったから、なんとか画材さえあればなんとかなるかなというふうに思って、あとは空港まで案外近かったんで、東京大阪間でだいたい僕新幹線とかで、奈良とか実家の奈良とかに行ってて2時間半ぐらいとかってかかってたんですけど、佐賀空港とかまで、だいたい佐賀の街の中から20分ぐらいで行けて、あれと駐車場を調べてみたら、あれなんか駐車場無料やったりするんですよっていうのとかあって、あれとか意外とそんな東京行くのとか朝6時半ぐらいの飛行機あったら9時ぐらいに着くんですよね。あれそんな変わらんかなとか思って、15年ぐらい経ちましたけども、すごく食べ物の美味しいとこですということで、なぜ佐賀にというのが第5位でした。そしてまた第4位としてよく聞かれるのは、好きな画家は、好きな画家って誰ですか？よく聞かれます。私の動画の中でもよく出てくるんですけども、アントニオ・ロペス・ガルシアっていう人の展覧会カタログ画集みたいなのもしっかりしたものが、私は浪人時代にそれを R ビバンという池袋の、本屋さんと、今でいうナディフってありますか？今もねナディフっていうのが昔は池袋に R ビバンっていう名前であったんですね。でそこで、いつも立ち読みっていうと言葉悪いですけど、当時の店長さん小林さんって言ったと思うんですけど、僕なんかすごく優しくしてもうて、いいよいいよといつもしっかり手を洗ってですね、大事にそしたらですね、そんな苦学生の金のないね浪人生やったから、なんかね透明のケースに入ってる、ちょっとおいでおいでとかって言って、すっげえ高い20万ぐらいするようなやつも、確かねバンダーリッヒっていうね作家さんいるんですけども、その人の画集とかそーっと見せてくれたりとかしたっていうのがなんとなく記憶があります。今も元気にされてるか分かりません。今の多分店長さんじゃないと思うんですけど、当時はそんな感じで、そこにアントニオ・ロペス・ガルシアっていう人の本があって、でうわーと思って平積みにされてたんで、結構本あったんですけど1万円だったんですね。でも当時僕にとって1万円ってめちゃくちゃ高かったから、どうしようなんて思ってたら、ちらっと目配せしたら小林さんがなんかみたいな感じで、してくれたかしてないか分からないですけど、いっぱい本棚に、並んでる本をちょこっと出させていただいて、その本棚の後ろペット1冊だけ隠して、絶対買うって決めてる予約とかなんかね、取り置きなんて制度よく分からないというかね、あれなんでっていうことです。そうと隠させてもらって、もう25年30年ぐらい前の話なんで時効にねさせてください。別に盗んだわけじゃないですよ。そしてなんとかお金が貯まったらその一冊を買って、ですね、本当にもうなんていうんですか、穴が開くほど読んだぐらいの感じです。なんていうか、当時はこの絵を描くということ自体も学生、東京芸大なんていう大学とかにその後行くんですけども、絵を描くなんて古臭いことやめちまえみたいな、本当にそんなこと言われるんですよ。で浪人時代からもちょっとそういう風潮があって、なんでこんな描くのかっこ悪いみたいな、今でこそなんとなく写実ブーム的なのがまだ続いてるのか否か分かりませんけど、当時はそんな風潮空気があって、でもなんかこんな人もいるんやっていうのですごい感動して、一番やっぱりアントニオ・ロペス・ガルシアっていうのは絵描きさんに導いてくれた。でもうちょっと前の高校生とかになってくると、レンブラントっていう人がなぜか大阪の中之島
島という美術学院というところの先生がレンブラントっていいよなんていうことを教えてくれて、見たらすげえ確かにかっこいいなって思って、レンブラントが好きな時代もあったりとか、アンドリュー・ワイエスっていう人だったり、ヤン・ファン・アイクだったり、もちろんダ・ヴィンチだったりもういっぱいいます。どちらかというと具象絵画の方が多いですけど、別に抽象画が嫌いとかっていうこともなくて、意外とやっぱりその辺はオールラウンドに面白かったり、例えばセザンヌなんて絵描きさん、僕は18、19の頃全然分からなかったです。初めてはちょっと分かったかなと思ったら、確か横浜の、横浜美術館っていうところがあって、そこで大回顧展があった時にわーっと年次で見ていったら、セザンヌってこういうことしたんかなっていうのが少し分かって、ようやく25、6、7、8ぐらいの時にセザンヌかっこいいなって分かったりとかっていう風に、美術ってなんかそのパッと見たインスピレーションだけで好きになるっていうことでもない、好きになり方ってあるような気がするんですね。なんか自分が年を取っていくごとに、今やからこういうの分かる。例えば25、6の時また好きだった山口薫先生なんて面白いんですよ。本当いつも酔っ払ってたという伝説を残した東京芸大の先生だった先生なんですけど、山口薫先生とかも詩とかも相まってかっこよかったり、熊谷森和先生とかもすごくミニマルな絵を描いてはる人なんですけど、仙人みたいな人で、なんか国からなんとか勲章的なのをお断りしたとかっていう伝説を残しているような、なんか絵描きさんってすごくいっぱいいますけど、そういうのも私の動画の中でちょこちょこお名前とかが出てくるかなというふうに思いますので、ぜひ、いろいろ探してみてください。じゃあ第3位は、よく聞かれる質問第3位、なぜ画家にということもよく聞かれます。これもよく聞かれるんですけども、皆さんも多分子供の頃いろんな夢とかあったと思うんですよね。で、今はなんか夢を持てみたいなことを言うとなんかプレッシャーになるみたいな感じあったんですけど、私たちの子供の頃めちゃくちゃそんなこと言われまくって、でも慣れないのがほとんどだと思うんですけど、なんとなくそんな雰囲気の中、なんか野球選手になりたいなとか、漫画家になりたいっていうのも強かったです。で、その中でも僕どっちかちょっとなんとか障害的な毛が自分で分かってるんですけど、団体行動が大嫌いなんですよ。で、皆様の中にもちょっとはいるんじゃないかなと思うんですけど、運動会嫌いな人っているはずなのに、運動会って絶対楽しいでしょう。世の中空気的なとこないですか。私入場行進を嫌なほど練習させられて、もうペッペッペッ、あれが大嫌い、私だけですかね。そんなこと言うたらね、体育の先生怒られそうですし、学校の先生怒られそうですけど、多分世の中にそういう人って一定数いると僕は思うんですね。で、私はそういう集団行動ができないのと、あとは集団行動のできない他の例としては、団体で、僕小学校がめちゃくちゃ遠くって、なんか新興住宅、小学校4年生の時になんていうんですか、新興住宅街みたいなところに引っ越したんですけど、でそこがわーっと子供が増えて、近々近くに小学校ができるって言って、できる詐欺的に結局僕が中3ぐらいまで確かできなかったんですけど、4年生から6年生まで45分かけて歩いていく道のりっていうのをもうみんなでゾロゾロ行くみたいな学校だったんですけど、その一緒に行くのが嫌やった。それは小学校1年生からずっとなんですね。なんかもう早く行って、僕は遅くじゃないです、早く行ってサッカーやりたいとか、もうそういう変な人で、だからそういうのができないという人もいて、みんなそんなこと考えてたら、僕の父親っていうのがサラリーマンで、毎日朝7時何分に決まった時間7時17分かなんかのバスで必ず会社に行っていたんですよ。でその7時17分毎日何十年間行くっていうことが僕にはできへん。なんか職業あれへんかな、いやちょっと難しいな、漫画家なとか、もう野球選手もなんとなく小学校高学年ぐらいになるともう無理やなって分かるじゃないですか。でその中でと思った時に、小学校5年生と6年生の春休みに、東京の親戚のおばちゃんのところに遊びに行ったんですね。そしたらその親戚のおばちゃんがちょっと電車の時間がなんか1時間ぐらい間違えて、1時間早く駅に着いてしまった。で、じゃあやることないねみたいな感じになって、
じゃあどうしようかなっていう時に、上野の国立西洋美術館ってすぐ上野の公園口から出たすぐのところにあるんですね。で、そこのところ行こうかと。国立西洋美術館っていうところは、常設展が100円とか120円とか150円とか知りませんよ、今いくらか。とにかくめちゃくちゃ安いんですよ。で、そこに連れてってもらえたんですよ。多分今も常設展安いはずですし、人すごい少ないと思いますよ。僕絶対行くべきだと思うんですよ。常設展ってすごく本当にいいものがものすごいいっぱいありますので。で、そこで見た名画群っていうのが、絵描きっていう絵ってあるんやっていうか、それに衝撃受けて、特にルノワールのアルジェリア風の衣装を着た女たちとかいう多分23、4ぐらいのルノワールのね、むくむくっとした女性ではなくて、ある程度写実的に描いてる絵とかを本物見た時に、うわ、めちゃくちゃすげえなと思って、小学校5年、6年の時に絵描きになりたいなっていうふうに思って、早いうちに親に言いました。絵描きになりたいですって。東京行かしてくれと言うたら、子供のね、小学校5年生、6年生の言うてることやから、父親も母親も初めに、頑張れ頑張れ行けばええんちゃうみたいな感じで言うて、それがまさか小学校から中学校に上がっても、高校に上がってもそんなこと言い続けるもんやから、さすがにもう今から無理やとか言えへんで、若くして、東京の方に僕を行かせてくれたということがあります。ということで、絵描きさんになりたかったのは、一人で仕事ができるということが一番大きくて、そして、なんていうか、ルノワールみたいな写実的、若い頃のルノワールの写実的なものを早く見たということとか、それで絵を描いていきたいということを思ったということが絵描きさんになったということでございます。それが第3位でした。そして第2位、めっちゃこれもよく聞かれます。これも古典でだいたい5、6回は聞かれるかな。第2位です。どのくらい時間かかりますか？もうめっちゃ聞かれます。これね、本当に答える絵描きさんみんな困ってると思うんですけど、多分僕はめちゃくちゃ早い方やと思うんですけど、遅い人やと僕は1年に1枚しか描けませんとか言う人いたら、じゃあ10枚の展覧会やったら10年ぶりなんかなとかって分かると思うんですけど、僕は本当まちまちです。で、風景のヨーロッパ、後ろの方にプロッと見えてますけども、ヨーロッパを描いたような風景だと2、3ヶ月かかったり、でかい作品やったら半年ぐらいから1年ぐらいとかかかったりとか、逆に全然描いて途中でと思ってなかなかやらないようになってもう2年ぐらいかかるやつもあったりしますし、逆に、直接的に描いていくような仕事とかやったら書いて1週間乾かして書いて1週間乾かして書いて1週間乾かして大体1ヶ月ぐらいでできるというものもあります。古典とかに出すような作品っていうのは、要は僕はこの同時にいろいろ書いていくというか、もう今この仕事はこれで終わりやな思ったらそれで終わりにします。だから古典とかに出す油絵に関しては大体そんな感じで、1ヶ月ぐらいのものもあれば、もう1年間なんかちょこちょこほんの少しずついじっていくっていうやつもあったりとかします。あとはなんか作画動画とかで出しているような水彩とかやったら2時間ぐらいでバーッと描いた方がかっこよかったりする時もあるわけじゃないですか。で、ずーっと全部がみちみちってじゃなくてザクザクっていう感じの作品が面白い、そういうの描きたいなっていうような時も出てきたりするわけですね、私なんかはね。だから僕はいろんなライブ配信なんかでも2時間でやるぞって決めたらもうそれでベッて行くんですね。で、そういうでバッと決めてベッて、すみません、ギョンがバッですけど、そういう風に時間に関しては長いものやったら1年2年、短いものでも古典に出す油絵とかやったら1ヶ月ぐらい、水彩なんかで2時間3時間、もう似顔絵描いてあげましょうかみたいな時は10分とかで描きますし、5分でも描きますし、時間の中で何か最高のパフォーマンスをしようというのが私のお答えになります。ということで、この質問ね、二度と聞かないでください。そして第1位は、これも本当によく聞かれます。第1位、これが圧倒的に多いか、第2位と第1位、似たような、あれやと思います。子供の頃から絵は上手だったのということをよく聞かれます。これ絵描きさんあるあるだと思います。そんなにうまかったとも思えないっていうか、うまい下手でもやっぱりですね、時代によってそれぞれがその時流行って、今やったらなんとかの刃さんとかでしょ、刃ですか、なんとかの刃さんみたいなのが流行ってるんですか、それともなんですか、十カルビじゃなくて柔術廻戦なんかわかりません。僕も見たことない、ぜひ見てみたいなと思うんですけど、なんとかの刃さんか十字カルビさんかわかりませんが、今流行ってる漫画ってあるわけじゃないですか。すみません、おじさんで。で、私が子供の頃、小学校1年生、2年生、ガンダムとかが流行ってたり、小学校1年生の時に北斗の拳って流行ってたんですよ。
してます原哲夫先生、ブロンソン先生、のあれで、絵は原哲夫先生ですねとか、筋肉マンがですね、ゆでたまご先生であるとかで、やっぱり子供まだ小学校1年生2年生やから、それを写すことがまあ中心なわけです。写して学校持ってったら友達見せたら、わあめっちゃうまいね小木さんくんみたいな感じになったりとかっていうことで、やっぱり大体その模写模倣みたいなものから入るんですね。今回ちょっとその模写模倣の話、ちょっとそんな動画を上げたら少しちっちゃくバズってるところがあるんですけど、誰もそこから入ると思うんですよ。それでやっぱりこう、うまいねなんて言って褒められて、へへへみたいな感じで。でもなんとなくこう、その当時1年生2年生ぐらいやったら、友達の中で上手な子おるんですよ。朝原くんって言ったかな、確かね。なんかすっごい上手な子って、僕より全然上手やったり、うまい下手で言うとねっていう子がいたりとか、4年生5年生になると、誰々くん、確か誰だったかな、金森くんって言ったかな、ものすごく上手で、ゲゲゲの鬼太郎の模写が上手やったりとかね、そういう子がいるんです。高校生の時確か鶴くんっていう歌、広山形さんみたいな絵描いてる子がすごい上手だったり、なんかこう、まあそんなんいたりとかして、まあそれでもやっぱり上手な方かなっていうふうに思ったりしてたんですけど、やっぱりずっとそんなのあったのかなと思います。なんかこう適当にその辺を調べてたら、いろんなことでも子供の頃やったような記憶あります。これなんかは4年4組飛び箱を木版でやってるねえ、木版がなんてこんなんあったんやねたくさんねえ、木版を小学校4年生でやる。今の子とかね、カッターも出しただけでめっちゃ怖いんですよ。うわ切りそうとか。でも4年生で木版とかをやっていた昭和の時代、面白いですよね。こんなん見てもですね、小学校1年生の絵日記出てきましたよ。最後まで頑張って使いましたということをね、僕がボール、ね、伸ばし棒じゃなくてボールです。ボールを投げました。女の子が石蹴りをしています。なんですかね、小学校1年生何のこと書いたんねって感じですね。生徒が勉強をしてなんでこれ空欄があるんでしょうね。もうよくわかりません。朝がおがもう間違えてますもんね。朝ががきくさ、もうよくわかりませんね。これで絵日記的にちょっと絵描いてあったりするんですけど、別にそんな普通の子なんですかね、これね、ようわからないあれですけども、絵なんか描いてないね。1年1組小木曽誠、これも日記って書いてますわ。めっちゃもう汚い字でね、何書いてるんですかねこれね。こんなん小学校1年生の絵うまいわからないですけど知らないこんなコマでしょうね。コマって昭和ですね。おじさん面白いですね。こんなこれ大丈夫かな、大丈夫、 YouTube 的に大丈夫かな。これ完全全裸のね、全裸の子供がなんかブランコ乗ってるように見えるけど、何書いとんやろね。まあだからなんかこんなぐらいやったと思いますよ。小学校中学校、これなんかは多分ガンダム的なもんじゃないですかね。小学校1年生かなとか、まあなんかこう4年生ぐらいになってくるとこう鬼面組とかが流行ってたんでしょうね。こんなもん書いとるからまあって感じで、こんなんね、こういう風にやってるけど、なぜかこう中に入ってる逆とかね、そういう子供いるでしょ。なんかそういう子供ですよ。もうなんかね、藤岡君に手紙を出してたり、ちょっと絵日記的なの書いて、これ色塗ってるだけか。なんのこれあれですかね。まあそんなにすごく上手やっていう感じでもなかったかもしれないけど、まあ上手やったのかもしれないし、ちょっとよく分かりませんけども、皆さんと一般的に同じような感じだと思います。こう1年生の最後にこの文集、小学校1年生の思い出、小木曽誠縄跳び大会のこと、縄跳びをして練習をして、さっきより文章上手くなってんね。28日になって縄跳び大会が始まりました。はじめに前回しです。前回しはゴンちゃんと重森さんでした。何やろねこれ。ゴンちゃんと重森さんが出てピーとなりました。するとぐるぐる前回りしました。6年生から1年までが縄を回しました。何を言うてはんねやろこの人は。小学6年生に縄跳びを似合います。何これどういうこと？ 6 年生は縄を早く回しました。5分経ちました。ゴンちゃんは5分の間引っかかってしまいました。
僕はできました。縄を振りました。139回でした。終わりだ。自分のことはね、僕はできましただけ書いてますね。変な子ですね。そんな感じでございます。子供の頃から上手は上手やったと思うんですけども、私たちの子供の時代っていうのは本当に子供が多くて200万人ぐらいいるような世代で、なんか自分たちの生きていく道じゃないけども、生き延びていくことを考えないと個性が埋もれてしまうんですね。もういろんなもう子供いっぱいいて、足速い子、何々クラスの何々ちゃん足速いでとか、サッカーめっちゃうまいでとか、めっちゃ男前かもしれんし、なんかわからんけど、でその中でこれは負けたらあかんっていうか、負けたくないっていうのがやっぱりあって、それの中ではというものは上手な方やったんかなというような気がしますけども、それでもこんなもんなんで、皆さんどんな感じか知りませんけども、そこからコツ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 カツコツということ、多分ちょっとずつ地道にやっていったということで、今はなんかプロの絵描きとしてもやっていきながらなんか教えるような立場になっているのかもしれませんので、皆様のね、ちょろっと光るようなものがあれば、それをぐー磨きまくったらバーッと開くような感じがありますので、皆様コツコツカツコツということで、森脇健児さんが言うてましたことを肝に銘じながらぜひ頑張ってみてくださいということで、本日は画家がよく聞かれる小木曽誠個人かもしれませんが、多分多くの絵描きさんが聞かれていることベスト5でございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。